はい、それではですね、インタビューの方を始めていきたいと思います。まず、この Y さんと私が会ったのが、あそこはどこだ、シンガポール空港ですよね。そうですね。日本からの渡航日が全く一緒の日で、トランジットしかなくて、直行便がその時はなかったんですね。で、トランジットで、シンガポール空港に着いた時に、私の方から声をかけて友人になったという形になります。それでよろしいでしょうか。そうです。はい。はい。たのでそのまま隔離ホテル行ったのですが、部屋がなんと隣だったということで、お互いに LINE を交換して励まし合って、そうですね。隔離中2週間長かったですね。長かったですね。長くて、2週間励まし合って隔離解放後に、一緒にご飯を食べてツインタワーを見に行ったという仲です。そこから友人の付き合いが始まったという形でございます。そんな Y さんがですね、マレーシアを離れ異国の地に行くということで、今回はインタビューをさせていただきたいと思います。マレーシアについての率直な感想や意見を聞きたいと思います。Y さんははい。初めての海外だったのでしょうか。そうですね。今回初めてになります。旅行以外では初めて住んだということですよね。そういうことです。どうでした？マレーシア。総合的に。そうですね総合的に。総合的に、とても住みやすくていい国だったなと。ほうほうほう。はい。隔離解放後ってどんな感じでしたっけ？解放後。隔離ホテルから出て、飯食い行ったじゃないですか。はい。あの時って全く人いなかったですよね。まだ全然いなかったですね。街の中もお店も。ツインタワーもほぼ独り占めみたいな感じでしたよね。本当そんな感じでしたね。飲食も食べることができず、持ち帰りのみという。そうでした。隔離が終わって仕事をし始めるわけですが、そもそもマレーシアに来たきっかけは？そうですね。もともと日本にいた時はコロナとかでいろいろダメージとかを受けていて、基本的にいろんな仕事がちょっとできませんよみたいな感じだったんですけど、自分サービス業とかそっち系のメインでやってたんで、ちょっとそのあたり、厳しいなとなってて、で日本国内で次の仕事とか探そうかなっていうのも考えたんですけど、どうせだったらちょっと海外とかも、この時に行ってみたいなということで、まずは近場で東南アジアで探してっていう感じで、マレーシアが候補で出てきましたね。東南アジアでもマレーシアを選んだ理由は何でしょうか？ただ決めた後にいろいろ調べたところ、マレーシア英語とかが通じる国だったりして、多少は英語とかが喋れるようになった方がいいかなっていう、練習もあるし、あとはいろんな種族というか、民族というか、国からの集まってきたような方がいらっしゃるという、そうして建国された国ということなので、私のような外部からの人間でも受け入れてくれるんじゃないかなっていう期待感というか、そういうものもあってマレーシア。なるほどね。でもそれは決めた後に調べたでしょ？そうですね。ってことはじゃあ特に、こだわりはなくですね。決めるときは、漠然に海外に行ってみたいなと。なるほどなるほど。あとは暖かい国が。そうですね。過ごしやすかったですか？過ごしやすいです。暖かいのは。ちょっと暑すぎるっていうところはありますけど。確かにね。雨よく降るしね。そうですね。そこはもう。持ち込んだものって何ですか？持ち込んだものっていうか、これ持ってきてよかったなというものってありました？これ持ってきてよかった。大体でも日用品とかは揃うじゃないですか。こっちのスーパーなり100均とかにもあるし、ミスター DIY とかあるし、大体揃うじゃないですか。具体的に持ち込んだものってどのくらいの大きさですか？どのくらいの大きさっていうか、要はバッグ、キャリーケース1個。そうですね。スーツケースというキャリーケース。その中にキャリーケースの中に洋服と、洋服なりパソコンなり、
入れるってまあ何かことですよね。はい、本当にだから旅行ぐらいの大きさの持ち物ってことですよね。そうですね。まあ、あとはこっちで買えばいいや的な。はい、そうです。具体的には1個ですか1個ですね。あー90リットル、100か90リットルぐらい。それとまあすげえな。リュックというか、これ2つですね。そうです。2つ、そうですね。まあ、じゃあリュックとキャリーケース1個、はい、リュック1個キャリーケース1個で。はい、じゃあ海外に来る前にはい。不安だったことってありました？不安だったことは、まあ、やっぱり食事とか、あとはまあ生活環境、まあ、気温とかも暖かい国がいいなとは言いつつも、まあ、慣れなかったりしたらちょっと嫌だなというか、怖いなみたいな、まあ、逃げ場所がないんでね、もうそこら辺の心配とかはありました。あとはマレーシアだと水が水道水がそのまま飲めるわけじゃないので、まあ、そのあたりどうやってやりくりしていこうかっていう不安とかは多少はありましたね。なるほど。水は買ってましたか？いや、うちは浄水器があるんで、ここの来てからは買ってないですね、基本的に。外でどうしてもっていう時以外は、はい、買わずに済みました。なるほどね。その不安だったことはどうでした？大体合ってました？まあほぼなんというか合ってるというか、まあ杞憂だったというか、考えすぎっていう感じで、はい。なるほどなるほど。考えすぎか。俺はね結構蚊に刺されるんで、それが、日本だとすごい蚊に刺されてたんで、それが心配でしたね。蚊がほら天狗熱とかデング熱とかあるって聞いてたから、それは確かにそうですね。そこがちょっと不安でしたね。その他何か不安だったことってありました？不安は確かにそうですね。そうするともう医療とかですかね。医療はね、怪我とか病気とか、そこら辺は少しはありましたね。結局医療は言語がね、そうですね。病院専門なんて言えばいいんだろう、専門的な、この英語とか全くわからないから、そこは確かにかなり不安ですよね。病院行きましたか？何回か。もうそれはこっちのローカルの病院？ローカルな、そうですね。日本語が通じないような病院ところに。どうでした？まあ基本的には身振り手振りと、あとはまあ翻訳アプリとかでなんとかなって。まあでも病院行くと分かるけど、大きな病気したらやっぱり大変だなと思いません？そこは思いますね。風邪ぐらいならまだなんとかなっても。ですよね。その他大変だったことってありましたか？大変だったこと、生活でですか？生活、そうですね。生活する面で。基本は特にないんですけど、まあ、気温がやっぱり想定以上に暑かったので、まあ、熱射病みたいな感じでちょっと体が熱中症ね。熱中症っていうのが何回かあったって、まあ、そこからのリカバリーはかなりそうですね、慣れたというか、うまくなりました。やっぱりだから長時間外に出るんだったら水は必須かなと。水は必須だし、できればもう1時間に1回とかは休憩しながら、できるだけ日差しの当たらないところを動くという。まあ、観光にもそれは言えますよね。マレーシアで観光した場所ってで思い出に残ってる場所ありますか？思い出に残ってるのはこれバトゥーケーブですかね。バトゥーケーブ、何があったんでしょう？いやもうでかい大仏みたいな像があって、あとはもうなんていうかインド系というか、ヒンドゥー教のね聖地みたいな場所なんで、そこ行っていろいろお参りして、であとはまあなんかおでことかになんか染料というかあれ塗ってもらったりとかして、
でなんか謎のマフラーみたいな変なやつかけ、すごいやつをかけて、はい、帰ることができたっていうのが、いい経験だったなと。思い出に残ってる。非常に思い出に残ってます。そうですか。なんだかんだ結構2人でいろいろ出かけましたからね。そうですね。それこそ、ペナンも行ったし、はい。ランカウイも行ったし、はい。で食事もかなりの数行ったんじゃないかな。そうですね。結構、はい。多分10日に1回ぐらいは行ってたんじゃないですか。そうです。多分それぐらいのペースでしょう。はい。10日に1回ぐらいのペースで行ってたんじゃないかなと思います。マレーシアの食事はどうでしたでしょうか。そうだな、マレーシアのローカル、本当にマレーシアっていう食事はあんまり合わなかったんですけど、でも中華とか、そういうのがいろいろ種類があるんで、中華とかインド系のやつとかいろいろあるんで、そういうところでとても困らず食べることができて、でも結構レベルは高いんじゃないかなっていう気は個人的には料理のはい美味しかったなっていう印象ですね。マレーシア来たらこれ食べてほしいとかあります？これそうですな、ナシレマですか。ナシレマ好きなんですか？いや全然。何ですか？逆に何がありました？俺はホッケンミー食べてほしいかな。ホッケンミーね。はい。ホッケンミー美味しい。あとね、やっぱりチェンドルが好きなんでね。チェンドル、はい。これはもう好みによるから何とも言えないけど、チェンドルは好きなんでチェンドル食べてほしいですね。あとはバクテーとか。バクテーもそうだね。これも好き好きでしょうけど、人を選ぶかもしれない。でも美味しいと思う。コーヒーの甘さを体験してほしいかな。そうですね。日本人ってあんまりコーヒー甘くして飲まないと思うんで、どこ行っても甘いんだもん。甘いですもんね。でお茶買って甘い時はもうびっくりしましたよ。お茶なのにってそう甘くないものが飲みたかったのに、がっかりしましたね。それぐらいかな。あとはそうだな、やっぱりローカルの雰囲気を体験してほしいですね。料理は。はい。あとね、個人的にはマトンを食べてほしい。マトンってあんまり食べないじゃないですか、日本だと。そうですね。こっちだと基本鶏じゃなくて豚がダメ。イスラム系の豚がダメで、あとインド系の方とかだと牛がダメなので、鶏かマトンかみたいな感じなんで、マトンを確かにたくさん食べましたね。で日本であんまり食べたことなかったから、なんだ美味しいのかもわからなかったし、で結構こっちで食べてみたら美味しくて、ラムチョップなんかうまいっすよ。塩コショウだけでも。こちら引っ越してくるとき、移住をしてきたときに、どのくらいの金額持ち込みました？金額だと現金だと5万円ぐらいですかね。そんなに持ってきてない。3万ぐらいだったかもしれない。現金？はい。そうなんや。はい。へえ。ほんとちょびっとしか持ってこなくて、後悔しましたけど。3万ぐらいしか持ってこなかったんですか、現金で。はい。へえ。すごいですね、逆に。そうですね。全然不安じゃなかったですか？海外キャッシングとかが使えるっていう話だったんで、そっちか。はい。そんなに持ち込まなくても大丈夫だろうっていうのと、あとはそうだ、治安とかがちょっとどうなんだろうっていう不安が分からなかったからね。多少あったんで、なるべく持ち込まないようにしようっていうことで。なるほど。じゃあ家を借りるときはキャッシングで下ろしてってことですか？そうですね。
あ全部キャッシングで。あ、なるほどなるほど。俺はね50万。50万、うん、そんなに、うん、現金で両替現して。金で両替してというか日本円で50万円。日本円で持ってきて、うん、家も借りるつもりだったから、それの頭金はいと、あと、まあ、何かあってもいいようにはい。50万ぐらいですね。おー、まあ分けてですよ、はいバッグに入れるときは、はいバッグに入れるときは分けて、そんなに持ってそうなんですよ。それは多分今までで一番少ないかも。あ、そうですか。うん、もともと10万ぐらいあればなんとかなるっていう話は聞いてたんですけど、いやでも大体みんな頭金持ってきますよ。ああ、家とかの家の、ってことで、あ、大体はもともと最初のうちはエアビーとかで渡ってこうかなって考えてたんで、まあ、それこそクレジットカードとかでまあ、先に支払いとかしちゃえばなんとかなるかなっていう、そういう期待もあって。なるほどね。一番少ないかもしれないびっくりです。マレーシアで体験した、はい、そんなことするとかびっくりしたことってありますか？びっくりしたこと、マレーシアの方がやっていることとかで、あると、まあバスのドアが開いたまま走ってるあ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 る、開けながら閉めながらで、人がなんか微妙に動いてるところで乗ってたり降りてたりとかする感じ。あれ何なんだろうね何なんだろう、急いでんのかな。なんかそんな感じですよね。せっかちなのかな。すごい、これはすごいなっていう感じが、なるほどね。あとはもう他にも店員さんとかの態度っていうんですかね、お店の悪いってことでしょ。まあ悪いという、日本人的には悪い、けどこっちでは普通っていう、普通みたいな。そう、なんかどっかのお店でレジの前で鏡を置いて、なんか髪のヘアアイロンですかね、なんかパーマみたいななんかかけながらなんかやってる人とかいて、これお客さん来て大丈夫なのかなとか思いながら見たり、ご飯食べたりとかも普通にまあね、してるし、サービス業的な感じじゃないんですよね。サービス業としてまあ日本人の感覚だとね、サービス業としてどうなんとかと思うけどね。はい、確かにそうだな。大体なんだろう、対応して、終わったらすぐスマホいじるもんね。いじってますね。早い。はい、ゲームやってたりとか、そうちょっと待ってみたいな。まあ確かにあれは日本だとありえないかなって感じですね。あります。びっくりしたことでしょ。はい、まあ予想以上にキャッシュレス化が進んでる。そこですか。確かにそれはありますね。そう、屋台とかでもそうですね。 QR コード決済とにかくキャッシュレス化の波がすごい押し寄せてて、日本マジ遅れてるなと思いますよそれはあります。そう。あとはまあ結構なんだろう、ハンコ文化、日本と違ってハンコ文化じゃないから、契約書とか全部サインじゃないですか。でサインにしてPDF 化されて送られてくるでしょ。それはそれでいいんですよ、便利だから。なのにまあ要は公共機関というか税務署とか行くときにはなぜかそれをコピーするっていうわけのわからない、印刷してありますね。 PDF じゃダメなんと思うんだけどそのまま送ったらダメなんそうそういうのはありますね。確かに。でプラスコピーする場所がないってこと。そうですね。それが不便というか、まあコピー自体そんな使わないんだろうけど、そうですね。日本だと自分でプリンターで、もしくはコンビニ、そうですね、コンビニでできましたね。
でこっちのコンビニにはコピーないんで、置いてないです。うん、もう専門のコピー業者って印刷用の屋さはいんに行ってコピーしなきゃだから、それはちょっとびっくりですね。キャッシュレス化が進んでるのにアナログなところが、そうですね、そこは公共機関は結構ねアナログなのかも、だから日本でいう役所がアナログって感じですかね。そこはもうどこの国でもそうなのかもしれないですけど、それはちょっとびっくりしましたね。普段家で、週末とか休みの日過ごしてる時は、どのようなことをして過ごしてました？自分はもう引きこもりなんで、家でもうネットを見たりとか、あとはまあちょっと趣味的なのが3D のモデリングとか、ちょいちょいやってるんで、ちょっとパソコンいじりながら遊んだりとかっていうのはやってましたね。じゃああまり外には出ず？そうですね、正臣さんに、誘っていただいた時とかは飯とかね、ありがたく、なるほどな、すぐ行きますって感じで言ってました。なるほど。テレビとかつないでました？テレビはつないでないですね。電波もあれですよね、こっちの方ですよね。全然つないでない。こっちのテレビ、こっちの番組も見てない？見てないし。俺もそうですね、見てない、全く。だから情報源がない。こっちの地元のテレビが映んないんだもん、そもそもテレビ置いてあるのに。そう、テレビ置いてあるのに映らない、なぜか。それ謎ですよね。謎。なんか契約をしなきゃ、そうですね、映らないらしくて、じゃあいいかなっていう感じですね。食事をするときに外食と、自分で自炊してた割合ってどのくらいですか？大体半々ぐらいで、特に仕事の日とかは、1食は外食で1食は家で自分でみたいな感じでやってました。大体1日2食2食で、2食で半分は外食って感じです。生活費って決めてましたか？特に決めてなかったです。特に決めてない。だから要は、家計簿なんかも別につけず、普通生きたいように生活してた。生きたいように生活してたってことですね。なるほど、わかりました。結構お金貯まりました？そうですね、それでも貯まりましたね。特に我慢することもなく、そこそこストレスフリーで。じゃあ、大体月に使っても、普通に家計簿とかつけずに好きに使っても毎月いくらかは残ってたっていう。そうですね、結構。なるほど。じゃあ日本に行った時と今の給料って同じぐらいですか？同じぐらいですね。ちょっといい、為替の関係でちょっと良くなってる。こっちの方が。じゃあ残ってる金額的にはこっちにいた方が多くなる？そうですね。同じぐらいだったらね、もともともらってる金額が。で生活費もこっちの方が安いんでね。じゃあいいじゃないですか。お酒は飲みますか？お酒飲まないんですね、自分。それもあると思います。結構飲まれますよね、普段。そうですね、誘われれば、飲むって感じかな。でも日本に行った頃よりだいぶ減りましたよ、飲む量は。こっち高いですもんね。高い。イスラムの国なので。飲む機会は減りましたよね。であとは手軽に手に入らないから。そうですね。買いに行けばね、入りますけど、わざわざお酒を買いに行くっていうほどでもないから、売ってない店とかもありますね。売ってない店の方が逆に多いと思うから。そうですね。わざわざ買いに行ってまで飲みたいなとは思わないかな。だからだいぶ減ったと思いますよ。
普段は何を飲まれてるんですか？普段はお酒以外。水です。水。そうですなるほどね。水。じゃあ大体いつも、水で生活をしてる。そうですね。お茶とかそうですね、お茶かな、やっぱりお茶が多いかも。お茶と、あとこっちの、マレーシアでできてる紅茶はい。は結構飲んでます。パックのやつですけどね。はい。変わったこととかって？自分自身で、自分自身もそうだし、はい。マレーシアに来て1年で変わったこと、はい、自分自身の気持ちの変化とか、はい、あとは本当に単純に景色とか。景色、俺的にはこの1年で変わったことは、単純に景色でいうと日本食の扱う店がすごい増えた。それこそ、ドンキとか、ララポートもそうですよね、業務スーパーもできたみたいで、まだ行ってないんですけど、でもちろん日本食のレストランもそれに追随して増えてるし、それは結構便利になったなって思いますね。日本から来るのであればそうですよね、そこら辺は。高いですけどね。高いって言っても日本と変わらない価格か、もしくはちょっと高いかぐらい。ただ現地飯が安いんで、そうですよね。それと比べちゃうと高いかな。何か景色が変わったのってありました？景色が変わったもの、いや本当にそんなありますかね。むしろ変わることあるのかな。どんなのがありますか？変わったのって要はあれですかね、値上げがすごい。値上げのスピード。はい。そういうのがとにかく値上げのスピードが速い。物価上昇、激しい。そういうのは確かに。よく行く方か、屋台では、1年間で5回値上げですよ。そんなに上がりました？その上げ幅は少ないですけど、1リンギとかですけどね、1リンギとか 0.5 リンギとかですけど、5回だからね。もともと屋台だから安いんで、安い上に小刻みで上がってくるんですよ、0.5 ずつ、それが5回だからね、びっくりした。確かに値上げとかはあったりしますね。値上げはすごいあったかな。外だともうマレーシアどこ見てもなんかどっかしらにコンドミニアムとか建ててるじゃないですか。ああいうのが自分が来た時よりはちょっと完成に近づいたなぐらいの。そうですね。そういうのがあるぐらい、ずっと工事してるもんね。どこかしら。こんなにもコンドミニアム建てまくって入居者いるんって感じだけど。なりますね。そうですよね。絶対余るでしょ。絶対余ると思う。いや人口がどのくらいいるんだかわかんないけど、多分余るんじゃないかな。もうすでに建ってんのに。そうですよね。なんだろう。何のために来るんですかっていうと、例えば自分を変えたいとかっていう人がいるんだけど、多分それは変わらないよって言いたい。そうですね。それは変わらないと思います。自分の努力したいから、それは日本にいても一緒かなって思うかな。自分を変えたいなら日本にいても一緒だから来ない方がいいよって思っちゃうかも。そうですね。そういう期待感を持ってくると、多分変わらないと思いますね。自分自身ちょっとね、英語力つけたいなみたいな期待とか、あとはちょっと引きこもり体質を変えたいなみたいな期待感もあって、っていうのも若干あってきましたけど、英語力別に上がってないし、引きこもり体質も変わってないし、そこら辺はやっぱり自分自身の努力次第なんでね。そうですね。結局はね、自分次第かなと思う。来てよかったですか？来てよかったと思いますよ。
なんていう発展というよりは成熟度合いとか、うんあとはまあ平均年齢とかそういうのも全然違う国なので、うんまあ、それに応じた感じがあるのかなっていう感じはしますね、こっちって景気いいですかね。景気とかってどうなんですどうなか。んだろう、景気はでも物価が上がってるからね、いまあいんじゃない？そうですね、やっぱそうですよね、まあ、人口とかもそんなこう肌では感じないけど、うん景気がいいっていうのは感じないけど、ただ物価の値上がり率はすごいからね、いいんじゃないかな。個人的にちょっと思ってたのが、まあ、日本で結構高齢者の方とかが多かったりする国なので、でまあ、逆に子供とかはあんまり見かけませんみたいな国だったりするんですけど、こっちだとまあ割と高齢者本当少ないなっていうのと、あとはまあ子供めちゃくちゃ多いなっていう感じがあるんで、多い。そこら辺がなんか、まあ、国の雰囲気とか活気とかそういったものに影響してるのかなっていう部分で、まあ、個人的にはその部分で若干いいというか、そうね、感じは俺もそこは思うかな。まず愛国心がすごいじゃないですか。愛国心ね。日本人にはない、ね、日本人にはない愛国心、旗とかね、めっちゃあるから、こっち。まあ、とにかく愛国心が強いっていうのを感じるのと、例えばマレーシアってもうお祭りというか記念日、マレーシアは記念日になると旗がもう街中にバーってなるじゃないですか。ありますね。それ日本でやったらやべえやつですからね、右翼って右翼でしょって思われちゃうぐらいの感じだから、やっぱり愛国心が強いって素晴らしいなと思いますね。自分の国に誇りを持ってるってことは。あと先ほど言ってたその子供の件、もうとにかく子供が多くて、例えば電車の中とかでも、子供とか泣いてるじゃないですか、でも周りってもうそれを、みんな笑顔で迎えてくれる、日本だったらすごい嫌な顔されると思うんだよね。まあね、ちょっと子供が泣いてたら、あと親がちょっとね、なんかこう申し訳ございませんみたいな雰囲気がね、やらないと逆になんかねっていう。だからやっぱり国の雰囲気が全く違うなって思いますね。こっちはそういうのないですからね。みんな笑顔だもん、泣いてても、気にしないから、親も全然気にしてないし、そういう違いはありますかね。あとはこれは優しいのか心が広いのかわからないけど、困ってたら助けてくれるって方が多い、それはあります、っていうのは感じたから、まあそういう面では俺は自分には合ってると思いますね。じゃあこれが良かったっていうの、これが良かった、来て、まあそうだな、良かったと思うところ、もうやっぱさっきの平均年齢的な話とかぐらいかな。でもあとはもうさっきおっしゃってたデジタル化がすごいっていうところとかは、ほとんど現金使わなくて済んだんで、そういうのはいいかな、住みやすいかなって自分は思ってましたね。俺は気温が高いことと、あとはイベントが多いことですかね。イベント、出かけるのが好きなんで、とにかくイベントが多い。イベントというか国を挙げての、民族を挙げてって言った方がいいのかな、民族を挙げてのお祭りが多いから飽きないかな。でご飯は、最初は何の問題もなかったんですよ。ただ1年経って、別になんだろう、可もなく不可もなくなんだけど、美味しいものは美味しいし、合わないものは合わないんだけど、やっぱりね、なんか日本食が恋しくなるんですよ。食べたくなる時ありますね。だから結局は自炊をすることも大事なのかなとは思うかな。日本食高いから、
そうですね、作れるものははい、作るといいんじゃないでしょうか。まあお金に糸目をつけなければね、大体のものは手に入るんで、それこそ納豆とか、枝豆とか、はい、ありますね。まあ、日本のお菓子も3倍ぐらいしますけど日本のお菓子は、3倍ぐらいするけど手に入るんで、なんだろうな、工事が多分もともと適当なんじゃないですかね、こっちの方の家建てたりとか、道路とかも、道路とか基本凸凹だったりとか、いろんなところに穴が開いてたりとかありますし、まあコンドミニアムの建設中のところとか見てもちょっとこれでええんかなみたいなところが若干、まあ見て取れたりとか。基本的にペンキとかでも養生しないからねそうですよね、適当な雰囲気は。例えばだからこのライン以上にはみ出さないように普通はこうやって養生して塗るじゃないですか、はい、しないの？しないですね塗ってはみ出たらまた上から塗る自分の腕を信じてるのかよくわかんないけど、はい、めんどくさいのかよくわかんないけど、まあ目はめんどくさいんでしょ。めんどくさいでしょうね、はい、なんでしないんだろう。すごいですよね。だから色ムラもたまにあるんだよね。ありますあります、そういうのが、塗ったんだろうっていうのは残ってんだけど、日本とマレーシアを比較して、日本の方が劣ってるなっていうの。劣ってるな的なですか。ああ、そこはやっぱさっきも話があったデジタル化とか。デジタル化だよね。はい、圧倒的ですね、そこは。多分日本人だとまあ日本語喋る人しかいないんで、まあ多分こっちの俺が言いたいこと分かってんだろうみたいな、そういう期待感もあってそれができてないと怒るっていうのもあると思うんですけど、こっちまあいろんな、ね、国から集まってきた人がいて言語も違ったりとか割としたりするんで、まあ分からなくてもしょうがねえかなみたいな、そういうのがそうだね、バックグラウンドが違うからね。じゃあ最後にマレーシアに来たい人へのアドバイスをお願いします。アドバイス、いやもう来たい方へのアドバイスって言われたらもう来てもらうしかないですからね。踏み出せと、まあ一回来てみてくださいとしか言えないですね。わかりました。じゃあマレーシア1年住んで後悔はないってことですね。はい、いい国です。私にとってはいい国です。よかったです。今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございます。これからタイに行っても頑張ってください。はい、ありがとうございます。たまには遊びに行きます。ありがとうございます。自分もこっちに来るんで。はい、わかりました。期待して待ってます。はい、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。